皆様どうもこんにちは。最近ジークアクス系のキットばっかり作っているスパイクスタジオのスパイクです。今回制作するのもジークアクスに登場した赤いガンダムです。今回は世界観とか原型とか気にせずバンバンミキシング改造をしていきたいと思います。まずは素組み状態を見てみましょう。ガンダムというにはかなり異形感のある機体ですね。スラッとしてエヴァっぽい体型のキットです。そこまで大きく目立つ合わせ目はなく、ディティールもたくさん入っているいいキットなのですが、設定画と見比べるとかなり塗り分けが必要な部分が多い印象です。ビットが2個しかついていないので、劇中に出てきたモリモリバージョンにするには3つもキットを購入する必要があるんですよね。そりゃ無理でしょう。今回の工作ポイントはこんな感じです。ベースの赤いガンダムの体型は維持しつつ、顔や外装を変更して完全オリジナルなガンダムを作っていきたいと思います。ディティールがバチバチに入っているので RG とのミキシングをしても違和感がなさそうですよね。色変え改造だけではつまらないのでがっつり改造をしていきたいと思います。ちなみに今回ビットとこのガンダムハンマーは使用しません。結構いい武装なんですけどね。今度白いガンダムを買った時とかに使おうかなと思います。それでは改造をしていきましょう。レッツミキシングってことで試しに色々混ぜてみました。まずはジオンガンダムとのミキシング。ジオンのプロパガンダのガンダムって感じですよね。00の劇中の映画みたいにジオンの英雄シャアの映画みたいな感じで使われそうですよね。他にもアメイジングズゴックの腕を装備させてみました。サイズ感が違うので微妙かなと思いましたが結構似合ってますよね。ジークアクス版ジオン水泳部のキットも出てほしいです。そしてとりあえずまとめてみた初期案がこちら。デスサイズをベースにミキシングをしてみました。顔をガンダム顔にするだけでガラッと印象が変わりますね。ちょっとサイズ感というかバランスはいまいちなのですが、こういう感じの方向性で改造をしていくことにしました。それでは今回使用する主な素材を紹介していきましょう。後ほど少しずつ変更はしますが、頭部に RG エピオンの顔を使用することに、フロントスカートにも RG エピオンのパーツ、リアスカートにはデスサイズのパーツを使用、肩周りもデスサイズの腰パーツをと思ったのですが、これは後ほどボツに。これらのパーツを一旦ひっつき虫という何度でも使えるソフト粘着剤を使って仮止めしていきます。ペタペタとパーツをくっつけていきます。両面テープでも良いのですが、なかなか固定が難しいので最近はこっちをメインに仮組みしています。こんな感じで組み合わせました。各部の接続や段差は未調整なので違和感ありありですが、大まかな方向性がこれで決まったので、これをベースにブラッシュアップをしていきましょう。今回は侍っぽい機体をイメージしてみました。まずはさらにパーツを持っていきます。脚部が貧弱だったので外装を盛ることに。ゲルググ GQ の腕パーツが余っていたのでこれを取り付けます。もともと足にビット接続用の穴が開いているので無加工で取り付けることができました。続いて昔の HG トールギスのヒートロッドをポニーテールっぽく加工して頭部に接続。ちょっと長さと形がいまいちなのでニッパーで少しカットして整えてから新たな接続軸を作っていきましょう。2段分くらい短くしてヤスリで切断面を整えます。整えた部分に 1mm 穴を開けて接続用の真鍮線を差し込めるようにして頭部にも同じように 1mm 穴を開口。真鍮線でつないで接続したらこんな感じになりました。ちょっと平べったいのは気になりますが悪くはないと思います。続いて首の接続部分を何とかしていきましょう。 RG エピオンの首接続軸の中身が前回のプロトジークアクスの改造時に余っていたのでこれを活用しちゃいます。最近の改造で RG エピオンを余すところなく使っている感じですね。この軸の根元の部分をカットして赤いガンダムの下の首パーツに差し込めるようにしました。そのままスポッと入るので簡単ですが、我ながらかなり上手なミキシングだなぁと自画自賛。これで問題なく首の接続と可動が両立できました。こういうのがバチコリ決まると気持ちいいんですよね。続いてフロントスカートの接続を。これはもうどうしようもないレベルで接続できないので、下の腰部分をがっつり切り刻むことにしましょう。取り出したのは超音波カッター。こいつで赤いガンダムの腰の前部分をカットしていきます。胴体の腹筋部分も少し前に出っ張っているので、その辺の考慮をしつつカット。少し控えめにカットをして、後ほどヤスリで調整をしていきましょう。何度も位置を確認しながら切断。こういう改造は後戻りができないので少し緊張しますよね。ある程度位置が決まったのでヤスリで整えていきます。粗めのヤスリでガシガシ削って平面を作って鉄ヤスリや細かい番手のヤスリで仕上げていきましょう。240番のヤスリには筋彫り銅のヤスリを使用。程よい硬さがありガシガシ削ることができます。鉄ヤスリはアイアンブレード。仕上げはソフトスティックヤスリを使用しています。使用しているツール類は概要欄に記載しておりますのでよかったらチェックしてみてください。接続面が仕上がったら穴開けを 2mm のピンバイスで腰の真ん中少し上あたりに穴を開けていきます。本当は 3mm で開けたかったのですがそこまでスペースがなく他の部分にも干渉しそうだったので小さめの穴にしています。
後ほど少し変更しますが、デスサイズのフロントスカートにもともと穴が開いているので、そこに 2mm 真鍮線を差し込んで、先ほど開けた赤いガンダムの腰に接続。出っ張り感がなくなり、ちょうどいいバランスで接続できました。続いてリアスカートの接続。デスサイズのリアスカートの接続軸を加工して、赤いガンダムのお尻に接続していきましょう。ここのリアスカートと接続するための部分だけを残してニッパーでカットしていきます。こんな感じで赤いガンダムのお尻にくっつけちゃいます。位置を決めたら流し込み溶剤でカットした軸を接着。これで赤いガンダムのお尻の上からそのままリアスカートを取り付けることができます。続いて頭部のディティールの追加を。これまた RG エピオンの足の爪みたいなパーツを頭部に追加しようかと考えています。そのままではもちろん付けられないので加工をしていきます。まずはニッパーで必要な部分だけをカット。正直かなり小さいパーツなので接続軸を作ることは困難です。ここは塗装後に接着予定。ついでにこの余った爪の根元の部分、これも余すところなく使用しましょう。首周りのディティールが少し寂しかったので、これをそのまま接着して情報量をアップしていきます。少しだけヤスリで形を整えたらそのまま流し込み溶剤で接着。ちなみにこの時点で頭部のアンテナがエピオンのものからキマリスビダールのものに変わっていますね。俺じゃなきゃ見逃してるね。動画を撮るのを忘れてました。こんな感じの頭部と首周りにいい感じですね。続いて膝周りの改造。やはりまだ少し下半身が貧弱なのでパーツを付け足すことに。こんな感じで突起物を接着してみました。使ったのは RG エピオンのパーツ。膝の関節パーツにこれを接着していきましょう。まずは膝のパーツに合う形にニッパーで切り出し、接着面以外にも余分な出っ張り部分はカットしています。ある程度の形が決まったらいつものようにヤスリで形を整えます。カットした面をまんべんなくヤスリがけ、ニッパーで切ってヤスリをかける。この連続ですね。プラモデル改造作業の醍醐味です。ちょうどいい形になったので流し込み溶剤で接着をしていきましょう。ここも軸を作るのは困難だったのでしっかりと接着。こんな感じで仕上がりました。膝の突起物はロマン。続いてここで大幅修正。フロントスカートの可動部を RG エピオン、肩を戦国アストレイのパーツに差し替えました。正直に言うと個人的な心情で、ミキシングオリジナルガンダムを作る時にはなるべくビルダーズ系のキットを使用したくないっていうのがあるんですけれども、やはり戦国のパーツはいい。かっこいい。肩との接続や腕パーツとの接続は全然規格が違うので取り付けることはできませんが、天才的発想で解決することができました。赤いガンダムの肩の軸をほぼ無改造で戦国アストレイの肩に移植することができたのでご紹介しましょう。まずは戦国の肩軸を分解、中のポリキャップを取り出します。続いて赤いガンダムの肩軸も分解、この中身の部分だけを取り出します。そしたら赤いガンダムの肩軸を戦国のポリキャップが入っていた部分に取り付け、向き的には元の軸と逆さになるのですが、戦国アストレイの腕と取り付けるための軸をニッパーでカットするだけで赤いガンダムと接続できるパーツが出来上がりました。少し可動域が狭まりますが、そのまま戦国アストレイの肩パーツに取り付けることができ、赤いガンダムの腕や胴体とスムーズに脱着できるようになりました。これは我ながら会心のミキシング。接着をすることもなく双方にキットを接続できるようになりました。こんな感じで戦国アストレイの肩を接続することができました。かっこいい。最後にサイドアーマーを取り付け、 HG レオスのサイドアーマーを赤いガンダムの太ももに取り付けます。もともと 3mm くらいの穴が裏側に開いているので、そこに適当なランダー棒を差し込んでニッパーでカット。真ん中に 1mm 穴を開けます。これを接続軸として使用し、赤いガンダムの太ももにも 1mm の穴を開けて真鍮線で接続すればサイドスカートの取り付けは完了です。一度全て組み立てて塗装前の状態を見てみましょう。一部撮影できておらず説明しきれていない部分もありましたが、アンテナはキマリスビダールのアンテナを使っています。これはほぼ無加工で差し込んでいます。一旦粘着剤でくっつけていますが、塗装後接着予定です。刀はマイティストライクフリーダムの刀を持たせました。すでに塗装済みなのでこのまま使っちゃおうかと思います。赤いガンダムとしてのアイデンティティはなくなりましたが、ハイディティールなオリジナルサムライガンダムを生み出すことができましたね。今回配色にかなり悩んで1週間ぐらい制作が止まっていました。 YouTube のコミュニティ欄でいろいろと皆さんのご意見をいただいてカラー案を考えたのですが、最終的には赤いガンダムに準じたような形の配色に落ち着きました。この緑のプランもすごい良かったんですけどね。というわけでここから塗装パートです。どんな色になったかお楽しみに。まずはベースの本体色、ガイアのエヴァカラーマリブラウンを使用。シャーピンクにするか最後まで悩みましたが、少し落ち着いた感じを出したくて小豆色にしました。続いて黄色はエヴァイエロー。ジークアクス系のキットはエヴァカラーが似合いますね。ほんと赤色にはフレームレッドを使用。
本当はヘキサレッドを使いたかったんですけれども、近所に売っていなかったので妥協。ちなみにこの戦国アストレイのパーツは後ほど赤からマリブラウンに塗り直しました。フレーム部分にはフレームメタリックを使用。フレームの色はめっちゃ悩みましたね。で、動画を撮り忘れていたんですけれども、黒い部分はニュートラルグレー5を使用しています。何度か塗り直しをしつつも無事塗装が完了したので、スミレにいつものタミヤスミレブラックを使用。冒頭でも少しお話ししましたが、これで今のところ出ているジークアクスのモビルスーツ系のキット全部改造したんじゃないでしょうか。放送中に6体完成させたってのは我ながらやばいなと思いますね。毎週放送が楽しみでモチベも高かったからですかね。次はギャンの改造案を温めているのですが、これも多分すぐ完成できると思います。ジークアクス系のキットはどれも癖があってミキシング泣かせのキットが多いのですが、だからこそミキシング改造してやろうっていう気持ちが高まりましたね。色変えだけでも十分かっこいいのですが、やはり物足りないじゃないですか。意地でもミキシングしてやりたくなりますよね。そうこう言ってる間に墨入れも完了したのでデカール貼りを。もともとディティールが細かく入っているキットなので、今回デカールは控えめに。宇宙世紀系のデカールをカットして水に浸してマークセッタースーパーハードで貼り付け、隙間が寂しいところに何枚か貼れば赤いガンダムの改造機体の完成です。完成状態をご覧ください。というわけで赤いガンダム改造機体の制作はいかがでしたでしょうか。この機体まだ名前を決めかねているので、よかったらコメント欄で名前案を書き込んでくれると嬉しいです。今回赤いガンダムをベースに RG エピオンをふんだんに使った改造となりました。トールギスやデスサイズ、レオスなんかも使ったことを考えると、ウィング系のキットでうまいことまとまりを出したなと思いますね。戦国アストレイを使ったので一気に戦国感が出てしまいましたが、これはこれでありじゃないかなと思います。個人的には頭部の改造が結構お気に入り。エピオンベースですが、アンテナの加工でいかつくてかっこいいオリガンの顔ができたんではないでしょうか。配色だけはほんと最後まで悩みました。マリブラウンで塗装した部分を全部赤で統一してもよかったかなと思いつつ、配色のバランス的にはこれも悪くなかったし、黄色をもうちょっとオレンジ寄りにしてもよかったかなと思いますが、完成したのでこれはこれでよしということにしましょう。当チャンネルでは今回のようなプラモデルの改造から完成までの様子を1本の動画にまとめて定期的に投稿しております。今回の作品が良かったよっていう方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。制作に関するリクエストや感想コメントもお待ちしております。また応援してくれるサポートメンバーも随時募集中。メンバー限定の動画や過去作アーカイブ、メンバーの方は制作の質問なんかにも適宜お答えしておりますので、ご興味のある方はぜひ参加してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最近は HG ばっかりだったので、そろそろ何か MG のキットを作りたい気分。最後までご視聴ありがとうございました。